今毎日通ってるカフェがありまして、その子が僕のこと好きなのは分かってるんですけど、結構その子恥ずかしがり屋で、私の話す内容全部笑ってくれて、すごい話盛り上げてくれたんですね。そういうところが可愛いなと思って、そこから毎日通うようになって。なるほど、はい、そんなに優しくしてもらったとか感じてるのに、2人で遊んでくれへんっていうのはなんか理由があるからじゃん。明日も来てくれますよねみたいな感じで言ってくれたんですよ。これ大きくないですか？これ脈ありかなって思って。働いてたら店の金銭的に呼びますよね。私の中の今の長野さんのイメージは、キャバ嬢にガチ恋する客。遊ばれてていやいや、それはないと思います別にけど。食べていいんなんかな、売り上げになるわけじゃない。あやちゃんから相談といいますか、いろいろ話を聞いておりまして、折れろよお前も。そういうところだよ、子供だって言ってんの。だいぶいいだろう。負けるな長尾さん、負けるな、負けないで、こんな呂布さんに負けないで。じゃあ何のためにここ来たの？自分しか分かんないって。うちらが何言っても曲げないじゃん。皆さんこんにちは、山口です。今回のスピーカーの方をご紹介させていただきます。スピーカー長野さん、現在32歳男性の方です。長野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。両思いの女の子が恥ずかしがってお店の外で会ってくれません。気持ちに素直になってもらうにはどうしたらいいという提起になります。詳細を教えていただけますか？今毎日通ってるカフェがありまして、そこで働く店員さんみんなと仲良くて、そこで働いてる女の子がいるんですけど、その子が僕のこと好きなのは分かってるんですけど、結構その子恥ずかしがり屋で、デートとかに誘っても、みんなで行きましょうよとかいうような仲間思いというか、みんなへの気遣いが先に来ちゃう子なので、どういう風に誘えば相手が恥ずかしがらずに気持ちに素直になってくれるかという相談に来ました。もうちょっとね、聞いていきたいんですけれども、どんな女の子なんでしょう？年は21歳ぐらいかな。はっきりしねえんだ。大学生の方ですね。で、アルバイトをされてる方です。はい。長野さんとじゃあ10ぐらい。そうですね、私今32なので。ミリちゃむさん同い年らしいですよ。21歳。好きっていうのは分かってるということなんですもんね。そうですね。どんなところ好きなんですか？私はもうやっぱ彼女のそのなんかすごい明るいところがあって、初めてそのカフェにお邪魔させてもらった時とかはいろいろお話しさせてもらったんですけど、私の話す内容全部笑ってくれて、すごい話盛り上げてくれたんですね。そういうところが可愛いなと思って、そこから毎日通うようになって、なるほど。はい、今でも通っています。すごく嬉しそうないい表情で、さあ皆さんにお話聞いていきましょう。呂布カルマさん、そのカフェって普通のカフェですか？そうですね、個人経営のちょっと小さめのカフェで。そこでバイトしてる子ってこと？そうですね。一番最初に通った時にも一目惚れした感じなんですか？もう私の一目惚れですね。一目惚れ。はい。でそこからだんだん向こうもこっちに気を持ってるなって、だんだんそうなってったって感じですか？カウンターがある店なんで、その子だけじゃなくて他の店員さんともお話はできるんですけど、彼女の視線を結構感じるなっていうところは正直あったりして。なんかその決定的なことをなんか言われたわけではないんですか？そうですね。さっきも話したように彼女結構恥ずかしがり屋なところがあるので、直接その好きだよとかは言われたことはないんですけども、仕草も明らかに私のこと好きだなって思うところは結構感じるところあったので、例えば私がコーヒー飲んでた時にちょっとカチャンってやってこぼしちゃったんですよ。でもこぼしたって言ってもそんな服にかかったとかじゃないんですけど、テーブルが汚れちゃったなって時にすぐに「大丈夫ですか?」って来てくれて、すごいおしぼりで拭いてくれたりとか。最低限だろそれ。いや他の人への対応とは違うんですか？明らかに違うなって思いましたね。ちなみにどれぐらい通い詰めてるんですか？大体半年前ぐらい。半年毎日行ってるんだ。今までの恋愛経験ってどんな感じですか？例えば元カノ何人とか。大学時代には2人ぐらい付き合ってて、今私はアルバイトしてるんですけど、数年はちょっと彼女いない。ちなみにそれってどれぐらい付き合いました？1年ぐらいかな。南川さんご結婚もねされてる、この両思いになるタイミングもあった、すぐ分かった瞬間あったと思うんですけど、アドバイスがあれば。僕はね、妻でね、やっぱりミクシーの DM で、告白された立場なので、やっぱ恋愛経験もね、元カノが3人とおっしゃって長野さんがね、僕も元カノ3人ぐらいですから、同じぐらいの恋愛経験ですからね、だから僕と長野さんすごく共鳴できるな、それめっちゃ長野さんのこと好きです。
落とすべきだから。ミルちゃんどうしたんですか？何でもないです。いや本当に半年ぐらいでちょっと気遣ってくれたんですよね。そうです、普通の感覚上やったらやっぱ拭いてくれないですよ。いや、そうなんですよ。拭いてくれるということはもう脈ありだな。脈あり。これはもうだから告白するべきというかね。俺はもう長野さん応援したいなって。なんか他のねみんながちょっとなんかうがった見方してるというか。だって店員さんだからでしょ、基本的には。いやそれはちゃいますよね。長野さんちゃいますよ。何がちゃうの？やっぱり普通の他の人との対応が明らかに違うんですよ。明らかに違うんじゃないかなって思ってそうそんなに優しくしてもらったとか感じてるのに2人で遊んでくれへんっていうのはなんか理由があるからじゃない？照れてるんですよね。逆に実際年の差ってどうですか？今 18？ 高校生の10歳差と大人の10歳差って全然違うと思うんですよ。21ですもんね。だから大学生ぐらいか。だからミリチャムさんですよね。ドンピシャ21ですけども。あ、21でしょ。32の男性はどうですか？いやー、周りは結構年上の方と付き合ってる方は多いんですけども、って言ってもやっぱり見た目と中身がやっぱ若い方が多いですね。30代の方だけど20代に見えるってことですか？20代に見えてからこっちの感覚についてこれる人たち。大人すぎてもやっぱつまんないんですよ。精神年齢が合わないので。合わないから。そうですね。で、あとはちょっと親に近くなると無理かなっていう年齢が。ちなみにご両親はいくつぐらい？47？近いな。近いな。40代とか絶対無理ですよね。無理ですね。そりゃそうなんですよ。でも人によるってことはチャンスもあるっていうことですよね。そうだと思うんですよね。ただでもやっぱりそこを言うとしっかりと働いて稼いでる方が大半です。付き合ってる年上の方。大体月賞いくらぐらいなんですかね。収録でバイトで長くやってるんで、真面目だ。21万2万ぐらいは。ああ、もうそれだって十分ですよね。結構バイトやってるやつにしては稼げる。稼いでる。バイトやってるやつ。収録働くって本当精神力とか大事ですもんね。真面目さが今伺えます。押せるでしょ。あと真面目さというか本当に好きなんだなと思うのは毎日通ってらっしゃる。そうですね。だからその収録でバイトしてるって今言いましたけど、バイトが居酒屋でやってるんですけど、午後3時ぐらいに入んなきゃいけないので、そのお昼のタイミングでカフェにお邪魔してランチ食べながらコーヒー飲ませてもらっておしゃべりさせてもらって元気づけてもらってからいつも働いてます。ちなみにそのカフェはそのコーヒー一杯おいくらぐらいなんですか？500円ぐらい。じゃあランチとやったら大体1000円は超えますよね。はい。でも大体コーヒーおかわりしてるので、なるほど。超えるとほら思いますよ。やっぱりこのフリーターの立場でありながら、高いコーヒーを飲むという心意気、そこに彼女は絶対褒めたんですよね。でもお金は関係なくない？いやいや、それぐらいやっぱ心意気ありますよね。20万でですよ。大体家からボトルでコーヒー持ってくるべきなのに、500円のコーヒーを買うという長野さんの心意気です。その子には自分がフリーターであるっていうこととかは伝えてあるんですか？お話はいろいろしたので。どういう反応なんですかそれ？いやでも頑張ってていいよねとはすごい肯定的に。そりゃそういうやつ。ちなみにそのなんか個人で連絡する術ってあるんですか？LINE を交換してる。そうですね。LINE はちょっと聞いたんですけど、その店のルールがあるみたいで、その個人間で LINE は交換しちゃいけないみたいな。店出た時なら別に交換してもいいんじゃん。ほんまに狙ってるの行くみたいな感覚で言ってるね。店長さんになんでって聞いたんですけど、従業員とそのお客さんの間になんかトラブルがあったみたいで、会うならやっぱお店の中で仲良くしてねみたいな感じのルールはそれでできたらしいんですよね。インスタとか X とかそういう SNS 系もなんかやってないのって聞いたらそれはやってないって言われて。やってねえわけねえから。お店の中でしか会えないってルールがあるんだったら、その子の退勤時間に外でたまたま会うふりして、俺の居酒屋飲みにおいでよ。確かにそれはまだ行ったことなかったですね。いやでもそれはやめといた方がいいと思います。ダメですか？そうダメな。なぜ？出禁になる可能性があるからです。やっぱりやん。出禁？店長に見つかった場合出禁になる可能性があるんで、やっぱ店内でとりあえずこうもっとなんか着実に生きてほしいなっていう気持ちはありますね僕は。どういうふうに着実にアプローチしてさらに思いをなんか近づけるためにはどうしたらいいんでしょう？やっぱりプレゼント攻撃じゃないですか。欲しいものとかないって言ってどんどんこう何かを上げていったら向こうのこう気持ちも軟化するというか、恥ずかしい気持ちもなくなっていくっていう。いや怖い急にプレゼントは怖い。ほんまに怖すぎる。でも恥ずかしいかどうかって結構鏡なんで、そのこっちがさらけ出してると向こうもさらけ出してくれる。とさらけ出したらいいんじゃないですか。いろいろ話はしてて、自分の趣味の話とかはいろいろしてますね。それって相手が自分のことを話してくることってあるんですか？
自分から結構話振ることの方が多いかもしれない。興味ないと思いますよ、女の子は。そんなことないです。恥ずかしがり屋なんですよね、向こうはいが。はい、そうです。なかなか2人きりになる時があんまりないので、他のそのスタッフの方とかいるから、やっぱ内密な話とかそういうのやっぱ聞かれて茶化されたりするのがちょっと恥ずかしいんじゃないかなってところがやっぱあるんですよね。だからちょっとやっぱ2人で会って深い話ができたらなっていうところもあって、ちょっとデータに支えたいなっていう気持ちはあります。さっき誘ったらお店のみんなとみたいな感じで言ってたんですよね。言われちゃいましたね、そこは。とりあえずそれでいいんです確かに。なんで2人にそんなこだわるんですか？距離縮めたいなっていうのはちょっとあるし。でもそれってちょっと自分勝手すぎないですか？相手の気持ち考えてなさすぎません？ちょっと最初はみんなで遊んでから2人で遊びに行けばいいのに、いきなり距離詰めたいってグイグイ行くのってどうかなとは思う。周りの人にバレたくないんじゃないかなっていう。恥ずかしいからね。はいここはね。草食男子が多い中で今珍しいですよね。やっぱり直接ガツンと誘うってすごいな、勇気があるなとは思いますけど。強い男っていうのはね、やっぱ時代に逆行した形でやっぱり見せてほしい、長野さんにはね。まず気があったら LINE ぐらい交換すると思うんですよ、こそっと。それをしてないっていう時点で私 LINE してないの。SNS はしてないですけど LINE は。いや LINE もしてないです。してない。してないって言うに決まってるんです。LINE してないですよね。変わり者じゃないですか、その子。ナンパされた女の子みたいな回答する。21で何にもそのやってない女って。どんな趣味を持ってて、どんな趣味の話をしたんですか？自分結構アニメが好きなので、はい。でそのアニメの話とかして、見たい映画とかもあるんだよねって話したんですよね。向こうも食いついてくれたんですよ。1週間ぐらい経って映画公開されたんですけど、そしたらその女の子が映画公開されましたねって話してくれたんですよ。あの時の話覚えてくれてたんだと思って、すごいそれ嬉しかったんですよね。そこまでそっからどうにもなら、一緒に行こうとかなんなかったんですか？それも誘ったんですけど、それはちょっとみんなで行きたいねって言われちゃう。みんなで行ったらええやん、一回。いやなんか確かにね、一回みんなで行くっていう案もありますけどね。一回みんなっていうのは男女比ってどれぐらいなんですか？店員さんって。女の子がやっぱ多いですよ。店長さんは男性の方なんですけど、あとは大体やっぱ女性ですかね。そこも逆に気使ってるってことなんですか？女性が多くてなんか自分が男性だから話しかけたらいけないとか。女性の社会っていうのがあるんだろうなっていうのがあるから、やっぱ関係を持っちゃうと探されるんじゃないかなっていうのがやっぱあるので。年の差がある時に、例えばレオさんだったら5個とかでもいいと思います。上の人を好きになる瞬間とか。余裕じゃないですか。やっぱ同年代にない余裕が見えた時はかっこいいと思いませんね。なんかね、学生の恋愛みたいなんだよね、やってることが。自分の行動に満足したいだけじゃない。そう。あと自分の意見を押し付けるっていうか、その妥協しないところだとか、32歳にそれは求めてない。僕は気遣いうまい方だと思ってて。自分で言う人って大体うまくない。そうですか。聞いてみましょう。どういった？そう、お店が忙しい時とかあるから、そういう時はやっぱりちょっと遠慮するようにはしてますし、やっぱなるべく彼女が忙しくないタイミングでお話しするようにはしてるというのは気遣いはしているので、大人の余裕みたいなところをそういうところで見せられてるんじゃないかなとは思います。それは普通だと思う。そう、最低限なんだよな。なんでその最低限のことを俺できてもすごいですと思ってるのかがわからない、私は。お客様神様みたいな態度が多い中、そういうふうな対応ができるっていうことが素晴らしいよな。でも人として当たり前ですからね、その行動を取れるのが。変な行動を取るやつがおかしいんですよ。人として当たり前やったらフリーターじゃないからね。長野さんはね、人ちょとして当たり前やったら。南川さん聞こえてるか。味方じゃなかった。いやそうおっしゃるけれども、人として当たり前じゃないんですよ、長野さんは別に。でもそれはね、そこでは好かれてる感じはあるんでしょうね。あります。その感覚大事にしてるし。でもそういうところが余裕ないんじゃない？そういう自分が優しいですよとか言ってアピールしてるところがまず余裕がない。アピールするところが？だって余裕ある人はそれが当たり前やと思ってるから、それアピールすることはないんです。なるほどね。でもじゃあ味方になるとしてどうすればこの状況が打開できると思う？でもそれは皆さんが言うようにやっぱり一回行くべきですよね、みんなでね。みんなで折れるべき。折れるわけでね。周りも味方にするとか、実際にだって常連だって他の人と仲いいんですよね。はい、仲いいです。一番最初誘った時はお客さんとか常連さんもいる中で誘ったんですけど、彼女の名前あやっ
言うんですけど、まあそのあやちゃん忙しいしなってその店員さんの方がなんか間に入ってなんか邪魔してくるような感じがちょっとあって、恥ずかしがり屋だからって言われちゃったりとか、彼女も本当は行きたいとは思うんですけど、やっぱその周りがちょっとなんか茶化して邪魔するようなところがあるから、周りのことを彼女は気遣ってデートに行けないんじゃないかなって。小さいお店ですし、やっぱその噂とか広まるのも早いからっていうのもあるから、彼女のこと気使ってんのか使ってへんのか分からんねん。いやで最初だから周りがちょっとちゃちゃ入れてくるような感じになっちゃったので、2人っきりになった時にデート行かないとか遊び行かないとか、そういう誘いをするようにしてます。誘ったのはその最初の1回だけです。長野さんフリーターなんですよね。今はそうですね。そのカフェでも働いてみたらいいんじゃないですか。おー、めっちゃいいかも。現状今通うしか会う方法がなくて、で店外で会うことはできない、連絡も取れない、毎日通うってことはやってて、これ以上進展がないですよね。誘っても邪魔されて常連がアルバイト入っちゃうってそれこそなんか変な目で見られちゃうね。でも好きすぎて働きたいっていうことは全然あるから。働きに来たら気持ち悪いと思われますよ。そうなんだ。実際働きに来たら気持ち悪いと思われる。好きなら彼は好きって言ってるんですよ。その女の人が自分のこと好きって言ってるんだったら嬉しいですよ。その子が好きだからっていうのはちょっとキモいから、この店がめっちゃ好きだからっていうノリで。でも本当に好きなんですよね、お店の雰囲気。お店の雰囲気も好きです。やっぱりバイト前に休憩を兼ねてというか気合い入れていくっていう意味でもあるので、すごいリラックスできますし、常連さん同士も仲いいからっていうのもあるので、お店自体は私は本当に好きです。好きだなと思わせる一言とかって出したんですか？僕が帰る時にその彼女がレジ打ってる時にその明日も来てくれますよねみたいな感じで言ってくれたんですよ。あれこれ大きくないですか？これ脈変わりかなって思ったところは実際ありますね。彼女が彼氏欲しいなってすごい言ってたっていうのはあるんですね。それはなんか遠回しな僕のそのアピールなのかなって感じるところは。それはちゃうんじゃん。彼氏欲しいなら別に彼氏が欲しいだけだって。そんな日常的に言いますよ。いや長野さんの前であえて言うんですよ。その話の流れで長野さん彼女いるんですかみたいなということを話振ってきたりしてくれたんです。してくれてる。あ、そう完全やん。誰でもいいわけじゃないしね。店長とできてるパターンがあったら最悪だよな。店長さんがあやさんをなんか狙ってるんじゃないかって